寒い冬にはこれが一番です。中空ポリカを使った20窓、30窓です。絶対おすすめです。どんどん電気が高くなる中、あったかい家にするなら、この中空ポリカを使った20窓、30窓です。こんにちは。DIY テック長地です。今回の動画は、5年間使用していて、現役で使用している中空ポリカの30窓の効果と、格安で DIY するポイントを紹介します。家の北側にあるトイレ、洗面所、脱衣所、風呂って冬は寒すぎて辛くないですか？このようにペアガラスじゃない場合は特に寒くなります。脱衣所なんて寒すぎてヒーターをつけないと服が脱げず風呂に入れません。部屋が寒くなる原因は窓から寒い冷気が伝わるためです。この窓の冷気を遮断することで解決します。私の家の北側の窓は全てシングルガラスです。よって中空ポリカを使用して30窓にしています。30窓って驚くほどあったかくなりますよ。これは風呂に設置されている30窓です。風呂に入っている時は中空ポリカ内側が少しだけ結露するぐらいです。換気ができるようにスライド式になっています。中空ポリカをよく見ると向きを変えているのがわかるでしょうか？これはわざとやっています。洗面所、風呂、トイレ全てですが、外から入っている影が見えるのは嫌ですよね。中空ポリカの設置方法を変えるとすりガラス状になるので、目隠しを兼ねて方向を変えています。ここは30窓にする時のポイントになります。ただし横方向にすると反りやすくなるのが欠点です。次にトイレになります。トイレも同じような仕様で作成していきます。この後の動画には格安にする作成ポイントと30窓の効果について説明していきます。このチャンネルではこのような DIY、電気、修理、外交に関する情報を他にもたくさん配信しております。もし動画が参考になりよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。最後までご視聴よろしくお願いします。それでは材料や道具の説明です。メイン材料はこの中空ポリカボードクリアを使用します。大きさは 1820×910×4mm です。これはホームセンターで1枚約2500円で2枚購入しました。ただ買った当初の5年前は2000円で買えました。1メーターのガラスとレールは2本で約500円です。必要工具はこんな感じです。メジャー、カッター、両面テープ、手袋、段ボール、100円のダイソーの透明テープになります。ここにはありませんが、金尺が必要です。段ボールはカッターナイフで中空ポリカをカットするときに下敷きにするためです。テーブルや床が傷つかないようにします。先ほど紹介し忘れた金尺です。綺麗にカットするために必要です。プラスチック定規でもいいですが、定規自体を切ってしまうことがあるかもしれません。省エネ、注意、作業、ポイント。それではまず中空ポリカのカット例を示します。例として風呂の窓についてのカットになります。窓の内側の寸法は横 370mm、縦 905mm とします。スライドするので真ん中の重なり部分は 20mm とします。内側の寸法はこうなります。重なり部分が必要なのでその部分の 20mm を追加します。20mm を足すので横の寸法は 390mm になります。上下にレールを追加するのでその厚み分を考慮する必要があります。厚みが約 1.5mm ぐらいだったので上下 3mm 以上は短くしないとスライドがうまくいきません。マージン分を含め4から 6mm ぐらいは短くした方がいいでしょう。よって縦は 4mm 引いて 901mm でカットです。横は先ほどの 390mm でカットです。最後にその中央の 195mm でカットします。省エネポイントとしては一番切れ端のカットです。中空ポリカの上下の端は後からテープで留めて空気層を作りますが、横の端の部分は空気層ができない箇所なのでカットします。ここの部分になります。できるだけ短くカットするようにします。カッターで手を切らないように手袋をします。金尺を押さえる手は危ないので注意です。カットするときは断面が曲がらないように金尺をしっかり固定します。
金尺をずらさないように注意です。カッターで切るときは、初めはあまり力をかけず、切れ目を軽くつけるくらいにします。ゆっくり何度もカットして切っていきます。カット後はこんな感じです。この方向でカットする場合は、カッターで何度も線を入れていく感じでカットします。何度も切れ目を入れれば綺麗にカットできます。カットしている時の音を聞いてください。途中は音が大きくなりますが、裏側の面を切断するときは音があまりなくなります。この時はあまり力を入れずにカットします。力を入れすぎると下の段ボールと一緒にテーブルや床を傷つけてしまいます。レールのカットです。窓の寸法ギリギリでカットします。理由は少しでも開いているとそこから寒い空気が中に入り込んでくるためです。カッターナイフでカットしていけばいいのですが、ノコギリ的なものの方がやりやすいと感じました。レールの裏には両面テープを貼り付けます。両面テープは100円ショップで売っているもので十分と感じます。両面テープが太すぎたらレール端に沿ってカットします。使っているうちに取れたら貼り直せばいいし、そんなに取れるものじゃありません。中空ポリカの端を密閉するには100円ショップにある梱包用 OPP テープを使います。できるだけクリアで透明なものを選びます。黄色っぽいものもあるので注意です。梱包用 OPP テープは強度と粘着力があるのでぴったりです。中空ポリカの保護フィルムを剥がして梱包用 OPP テープを貼っていきます。この OPP テープは少しずつ剥がしていくと白い跡が残るので一気に剥がします。そして端を貼り付けて引っ張りながらゆっくり貼り付けていきます。できるだけシワがつかないように、ここが難しいですね。裏返して反対も保護フィルムを剥がします。そしてテープをくっつけていきます。折り目をつけながらです。シワが入らないように超難しいです。私も少しシワが入ってしまいました。シワになった部分はできるだけ潰していきます。レール上を動く部分になるので、シワで出っ張りができるとスライドする時の動きが鈍くなります。こんな感じになります。中空ポリカを密閉することにより空気層ができ、断熱効果アップです。壁紙を貼り付ける押さえヘラを使ってもいいと感じます。家はルーバー窓なので開閉するためのハンドルがついています。この部分は出っ張りになるので、その部分の切り欠きを作ります。この部分はどうしても冷気が侵入してしまいます。30窓の効果発表です。お風呂の温度を測定します。2022年11月に測定しました。現在夜の12時です。温度がすぐ出ないので5分ほど放置します。風呂の内部温度はというと、20.4 度です。まず最初の内窓の中を測定します。同じように温度がすぐ出ないので5分ほど放置します。17.6 度です。2.8 度の差があります。次に2番目の内窓の温度を測ります。これはシングルガラスと中空ポリカの間の温度になります。同じように温度がすぐ出ないので5分ほど放置します。14度です。6.4 度の差があります。最後に外気温度です。高さは同じぐらいの玄関先で測定します。同じように温度がすぐ出ないので5分ほど放置しました。それではどうでしょう。 10.4 度です。10度の差です。10度違うのはすごくないですか？各窓につけることにより全体的に室温が上がり、暖房費が節約できます。この動画が参考になったり良かったら、もしよろしければチャンネル登録、いいねと評価していただけると私のモチベーションアップにつながりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。引き続き右側の動画もよろしくお願いします。